おはようございます。今日は箱根駅伝の道を行こうと思います。現在時刻はだいたい5時過ぎですね。早速スタート地点まで行こうと思います。目指しますのは東京大手町読売新聞ビル前です。スタート地点の前には印があるので、その前でいろいろと喋ろうと思ったんですけれども、人がいたのでちょっとできなかったため、このまま大手町から走り始めます。レッツギー。1区、走り始めは都道409号日比谷芝浦線を走ります。ここはひたすらまっすぐ行くんですけれども、結構ね路中が多くって、車線を変えなくちゃいけなくて、大変でした。あとちょっと今ね、このカメラ酔いやすいかもしれないので、もししんどくなったら、空を見ていただけると嬉しいです。ということで、芝浦といえば東京タワー、そろそろ東京タワーが見えてくる頃かなと思います。どうでしょう。まだ見えないかな。見えてきましたね。右上の方に東京タワーが見えています。で、東京タワーといったらそのお膝元にある増上寺前まで来ました。ちょっとねまだ夜が明けてないんで暗いんだけど、ここよくね箱根駅伝で映りますよ。増上寺を越えますと、私たちは国道15号線の方に向かって進みます。はい、これ国道15号線です。まだ朝早いんですけども、やっぱり交通量は多いです。田町や品川の方に向かって進んでいっています。ちょっとね夜が明けてきましたね。明るくなってきた。なんかこう街が動き出す感じ。朝6時22分に品川駅に来ました。品川駅の近くには復路の第10区で勝負どころになる新八津山橋があります。ちょうどこの横断歩道を左折してこの付近ですね。上り下りがあって、ちょっと走るのは大変なんじゃないかなって思いました。ちなみに私は今日はミニベロ小径車を使って走っています。街中の区間が多いので、おそらく信号によるストップ&ゴーにかなり引っかかると思ったからです。この辺りは大井競馬場の近くです。1回だけ行ったことあります。このままひたすら進み続けまして、その次に来る駅は大森という駅です。大森は昔貝塚が発見されたんだよ、知ってる？ここで一旦セブンイレブンでコンビニ休憩を挟みました。大森過ぎちゃった。で、大森を過ぎると次は京急蒲田。昔は確かここに箱根駅伝を遮る踏切がありましたよね。もう今は高架化しちゃってなくなってますけど、さあこのままさらにまっすぐに進みましょう。少し大きい建物が減ってきたのか、空が大きく見えますね。さて、ちょっと移動しまして、この先は眩しい。これは多摩川です。多摩川の陸郷橋まで来ました。ここも、第1区の勝負どころですね。多摩川を越えるともう神奈川県です。ちょっとなんか道の雰囲気変わったって思いました。青色に舗装されているところは自転車道です。歩道橋を越えます。この自転車道がちょっとくせ者で結構ぐねぐねと曲がってるんですよね。これなんでなのかなって思ったんですけど、もしかして昔この神奈川の横浜とかって
路面電車が走ってたからその道利用してる？詳しい人いたら教えてほしいです。こんなでこの道を走っていたところ、なんだかちょっと見たことがあるようなところが、ここが鶴見中継所でした。なんだかちょっと駅伝の関係者っぽい人もいて興奮しました。この像もめちゃくちゃ分かりやすくてラッキー。鶴見中継所からは2区が始まります。ここからはまずは横浜に向かって走っていっています。この横浜への道に関して言えば交通量は多かったですけれども、路駐がそんなに多くなかったので私は走りやすいなと思いました。こういう信号待ちの時とかの時に原付の人が前にこうやたらと出てくるのをどう対処してます？私と車の間をめっちゃすり抜けてくるんですけど、ちょっとなんかこういう時の対処みんな教えてくれると嬉しいです。1区を走っている時に一度休憩してますが、2区でも休憩が欲しい、そう思ってコンビニをちょっと探していると横浜駅の前でセブンイレブンがあることに気づきました。横浜駅の近くまで来ました。ここで甘いものとコーヒーを飲みましたので横浜に突入しましょう。このビル群はね、やっぱり圧巻で綺麗でしたね。そんなことでね、見とれていると当初の目的地をオーバーランしてしまいました。ですので慌てて元の道に帰ろうと、復帰を試みてうまく JR の下を渡れずにまごまごしています。何度か迷ってやっと元の、戻りたかった国道1号が見えてきました。ちょっとね、ここかなり焦りましたね。無事に1号に復帰できました。いやー、焦った。事前にランドマークや、勝負どころに関してスタートから何キロ地点にあるかっていうことをいろいろ調査していたんですけれども、道を間違えた関係で今自分がだいたいどこにいるのかよく分かんなくなっています。権田坂まではまだかなり距離がありました。そんな中、保土ヶ谷塾の本陣跡というものを偶然発見してはしゃいでる私をご覧ください。本陣というのはその塾の中で一番格式の高いお宿ってことです。主に何人用行列のところが休んだりしました。なんで本陣跡で興奮してるかっていうと、この駅伝っていうのの由来がもともと街道沿いの各宿場に飛脚を置いて手紙や荷物をリレーで届けたことから始まっているからです。なので保土ヶ谷塾ってここにあったんだということで、私は興奮しておりました。だんだんさっき探していた権田坂が近づいてきています。ちなみに権田坂は本当の権田坂はもっと、きつい坂らしいです。これはなんか新しくできてる方なので、この坂の始まりがちょっと分かりづらくて、ぬるーっと斜度が上がり始めて、始まったのかってちょっと半信半疑で登りながら思っていましたところ、権田坂上っていうところに来ていたので、明確なスタート時点が感じられない分仕掛けるのが難しいのかな。駅伝のこと全然分かってないから見当違いやったらごめんなさい。そして坂を登ったってことは下りがあるってことです。ここからはしばらく平坦と下り基調の道が続いていました。横浜は結構バス網が発達してるんですかね。かなり、感覚的にはバス停が多いように感じました。ちょっと天気の話しましょうか。この日は本当に快晴で天気はよく、12月にしては気温もそんなに暑すぎず寒すぎずの最高の自転車日和だったと思います。風もあんまりありませんでしたね。ここから一旦国道1号離れます。というのも、
旧東海道と新しい東海道で、新しい方、車がバンバン通っていて歩道も少ないところ通れないんで、本当の箱根駅伝の道からはちょっとずれて戸塚に向かいます。戸塚には、戸塚の壁と呼ばれる激坂区間がありまして、ここもまた勝負どころになっています。でこの辺りが戸塚駅ですね。ちょっとここでも道迷ったりしているんですけれども、そういったものはカットしています。今坂登ってますが、これから戸塚の方に向かっています。ここですね。ここが坂になっていっています。この辺りが激坂区間なんだなっていう、かなりの坂で、私が自転車選手だったらここでアタックするかなって思った。戸塚中継所の近くまで来たんですけれども、なんか看板にこの先自転車歩車進めませんっていうのがあって、迷ってしまいました。困ったので戸塚警察署に突入します。聞いた人が箱根駅伝詳しくない方だったのか、ちょっとねよくわからないっていう風に言われてしまったので、車のディーラー付近が中継所だっていうことは分かっていたので、とりあえず映像に収めまして、この中継所は通過したということにさせていただければと思います。すごい景色がいい。ここから湘南の方に行きます。箱根駅伝と関係あるのかわからないんですけれども、ちょっと今回のサイクリング工事中のところ結構多かったですね。箱根駅伝のために道改良してくれてる、そういうわけでもないかな。ここ謎の現場検証、事故でもあったのかな。ここがそろそろ勝負どころ。勝負どころの有効寺坂に来ました。かなり激坂ですね。結構な坂だというのと、ちょっとね混雑があって進みづらかったです。これちょっとね道わかんないんで、とりあえず自転車を担いで跨線橋を渡りました。西野のミニベロはそんなに重くないタイプなので、全然担いでも余裕でした。ちょっと重い自転車使われてる方は別の道を探した方がいいかもしれない。ちょっとコンビニ休憩します。コンビニ休憩中です。ちょっとね遅れてるんで、平塚の中継所に自分が引いた予定よりも遅れちゃうかもしれないけど、さあ、このね県道30号戸塚茅ヶ崎線をそのまま進んでいきます。この辺りはね空も広くってちゃんと自転車道もありましたので、走りやすかったですよ。そんなこんなしてるとだんだんねなんか街が南国な雰囲気が出てまいりまして、なんかちょっとね南国の雰囲気のある巨大な歩道橋の近くまでやってまいりました。浜須賀歩道橋のところまで来ました。ここからやっと湘南の道に入っていきます。だいぶ遠くまで来た。この歩道橋はめちゃくちゃ眺めがよくって、天気もよく風もねそんなに強くなくってよかったです。富士山が見えてたので、ちょっとね楽しんでいたんですけれども、雲がかかっちゃったからねあんまり映えないなと思って写真は撮影しませんでした。
ここ海行けんじゃんと思いまして、せっかくならと思って海際の道を走っています。そう、ちょっとね砂浜突入したかったんですけど、さすがにそれはね車輪が砂に足を取られちゃうんで諦めました。ただ雰囲気はねかなりいいですね。ビーチサイドの道がどこまで続いているかわからなかったので、元来たね国道134号に戻りました。で、この後ちょっとね謝罪しないといけないんですけれども、この先の平塚の中継所に関してちゃんと場所をね把握していなくて通り過ぎます。それだけ事前に言っとくね。じゃないと本当に一瞬で通り過ぎるんで、川越えた後中継所はあります。現在12時8分です。平塚市の手前まで来ました。この先の川は相模川で、かかっている橋は湘南大橋です。相模川はトラスコ湘南大橋なのかな、名前。企業の名前がついているようですね。そのまま、松林のところを見ています。ちょっとね映像には映ってないんですけど、富士山見えたりしてて本当に景色めちゃくちゃ良かったですよ。さて、そろそろかな、そろそろ一瞬で終わりますんで、平塚中継所、はい、ここほんとここで全然ね走って進んでってしまって、この辺であれ平塚中継所ってこの辺じゃなかったっけなっていう風に気づいてはいたんですけども、具体的な位置がよく把握してなくてあれって思いながら進んでいってたんですけど、平塚中継所を通り過ぎちゃったみたいで、今大磯近くのコンビニにいます。ちょっとへこんだんですけども、戻っても特にランドマークがあるわけでもないので、とりあえず気を取り直して前に進みます。大磯といえば大磯クリテリウムが開催されている大磯プリンスホテルがあるはずなので、ちょっとそこを見ていこうかなという気持ちになりました。なんかね大磯クリテ知ってる人がいっぱい出てるイメージなんで、一回は見ておきたいよね。ここだ。やってね、貸し切り中だったわ。残念。時刻は13時24分で、小田原市まで来ました。市街地までは11キロあるみたいです。もうね小田原に着いちゃったのかっていう、感慨深い感じでしたね。ちょっと見えづらいんですけども、画面の左側はね海が見えてまして、時々こうやって画面には見えないけど、私からは視界に捉えられるっていう感じでね、海が見えてて観光気分を味わってます。小田原だからか練り物だとかお魚のお店がちょいちょい道の横にあるんですよね。でだからこれ持って帰って晩ご飯にできたらなっていうので頭がいっぱいになってました。13時45分、酒匂川にかかっている酒匂橋まで来ました。この、4区は平地で最も短い区間で起伏が続いてて、ちょっと気づかなかったんですけど橋を10個越えるらしいです。で若干最後の方をその箱根の山へ向かう、上りになってるらしい。上りになってたか気づかなかっただけか私がちょっと恥ずかしいな。この辺はねもうね小田原の、城下町ですね。小田原城の近くの町になっています。ちょっとね1号がふねっと右に曲がります。もともとはこの辺が、4区のね、中継所だったらしいんですけど、今は鈴広というかまぼこ屋さんの前が、中継所になっています。もうそろそろ見えてくるよ。MF ゴーストで見たかもしれないっていう光景でちょっと興奮。14時22分小田原中継所です。この後箱根の山越えは厳しいので今日は一旦帰ります。1週間後
臨港でロードバイクを持って小田原に向かっています。ただ、ちょっとお腹が空いているので、なんかいいものないかなと思っていると、880円、安い。日替わり定食、自家製コロッケとシイラのお刺身、880円、とても美味しかったです。早速、先週行った中継所まで移動中です。ここ上りだったんですね。なんかスピード出ないなって思ってたわ。ということで、ちょっと午後なんですけども、ご飯食べたりして、ここまで来ました。よし、じゃあ早速、第5部の方っていこうと思います。この1週間後にした意味なんですけれども、翌日からしばらく気温が低い日が続いて、暖かい日に行こうと思ったんですね。そしたらなんか結構風が強く吹いてて、やばいことになってしまいました。困っちゃうよこれじゃ。あまりにも車が多すぎて歩道に来ました。箱根湯本の駅付近なんですけれども、車も混んでるし、歩道は観光客の皆さんでいっぱいだし、すごいことになっていました。これ箱根の最近の通常運転なんですかね。ちょっとね、かなりしんどかったんでビビり散らかしています。やっとここまで来た。この後もこの右側ずっと車が連なってて、そうマジか。ただひたすら絶句している私です。どうなっちゃうんだろうって思ってる。で、反対側車線じゃなくて今度は、私が走ってる方の車線も、詰まってしまいました。今走っていった黄色い清掃車が原因なのかなと思ったんですけれども、どうやら、大きな枯れ枝が落ちているのを取り除くために、片側の1車線交互通行を行っていたのが原因だったのかなと思っていたのですが、帰りも渋滞してたので、もしかして普通に毎回起きる自然渋滞なんですかね。こりゃ激坂だわ。きついよマジで。何が起きてんだよ。やっと人がいなくなったらいなくなったで怖え。どうしてこんな目にこれが大平台なのか。ちょうどいいとこ発見。よいしょ。せっかく登ったのに映像が残んないのが一番怖いんでねちょくちょく映像を残していきたいです。あと1週間ぐらいでここをつよつよ大学生が登っていくんですね。なんかここ箱根駅伝の中継で見たことある。もう間に合わなかったらここから帰ろう。こんにちは。はい。ちょっと寒いですね。沢橋。静かだな。歌でも歌っちゃおうかな。歌わなくてよかった。普段よりもサドルの高さを5ミリぐらい下げてきました。
おかげかわからんけど足が意外と回ってる気がしています。ちょっと下り坂基調なんでここでタイム稼ごう。めっちゃ走りやすい。やばうわ、こっちか。サイクルコンピューターの電源入れ忘れてました。割とショック。風やば。ちょっと待って、押していく。無理無理。何ここ。ここ箱根のランナーさんやばいって。どうしてこんなことに。もう嫌だ。帰らせてくれ。俺は帰りたい。マジでちょっと箱根登山鉄道の輪行に関して調べます。いや、あまりにもしんどくてツイッターに書き込んでしまったぞ持ち込めるかなって。有識者誰かいてくれ。本当にこれならまだいけるかな。追い風だ、追い風だ。さっき精神的にダメになりそうだったけど持ち直したな。箱根登山鉄道の小涌谷踏切を越えます。この辺りからですかね、ちょっと寒さだとか日暮れ、そういったことからテンションが下がってきちゃってます。あそこにセブンイレブンがあると思いまして、ここで1回セブンイレブン休憩しました。なんかね、この箱根駅伝のためかな、結構やっぱコンビニにも箱根駅伝応援グッズたくさん売ってて、例えばタオルだとか大学の報奨が入ってるやつね、あれ買っとけばよかったかもしれないですね。この辺もね、気温が下がってきてて、ちょっとね、不安がまた心の中に上がってきちゃってます。これが有名なユネッサンなのかな、初めて見ました。ここの直線はちょっと、斜度が緩んで走りやすかったです。ただ、標高が上がったからかだんだんね人も少なくなってきて、心の寂しさが上がっていってますね。みんな西野を応援してくれ。ここマジきつかったんだよ。吐く息でね、カメラが曇っています。10.5 キロ、どこから10.5キロなんですかね。この辺がね、ちょっとね、路面が湿ってて、もしかしてこれ気温下がると凍るんじゃないかなっていう不安も、さらに上がっていってて、西野の、とあるゲージがほぼほぼ、マックス状態まで差し掛かっています。バスからはね、圧力がかかったりちょっとドキドキしました。で、この先だったかな、この先の、とあるバス停付近で、ある決断を行います。いや、これは間に合わないな。日没になっちゃうわ。箱根登山鉄道の、猿の茶屋バス停、ちょっとね、道の状況とか日没とかの状況を考えて、諦めて帰ることにいたしました。自分の力量を鑑みて、ちょっと日没もねあるんで帰ります。だって怖いし。この辺の思い切りの良さはね、自分のいいところだと思っています。ということでね、下山してるんですけれども、渋滞残ってました。箱根湯本のちょっと裏道の方をね、自転車でゆっくり走っていってます。またここはね、また戻ったんですけど、道は混んでました。
こ一人でね、反省会を行っています。完走できなかったの悔しいけど、仕方ないかな。来年頑張ろう。ちょっと来年の年末は箱根リベンジを目標に持っていきましょう。かなりテンションだだ下がりで、多分これお腹空いてるせいでメンタルやばくなってるなと思ったので、急いで駅に帰って何かを食べることにいたしました。こいつは名ココアだぜ。濃厚ココアとカレーを食べました。2025年にチャレンジするときは絶対に成功させるぞ。この動画いかがでしたでしょうか。もし面白かったなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。西野でした。バイバイ。